古今東西、人類が夢見てきた不老長寿。今その夢が現実になろうとしています。これまで抗うことなどできないと考えられてきた老化。しかし今、細胞を若返らせ寿命を延ばすためのメカニズムが明らかになりつつあるのです。これからは科学の力で遺伝子のレベルから細胞を若返らせる、そういうことで長生きを達成する創造長寿の時代になります。人生100年時代、せっかくなら天寿を全うするその日まで健やかで活力ある人生を歩みたい。そんな願いを叶えるプロジェクト創造長寿、始まります。ここ順天堂大学では世界でも最先端の若返りに関する研究が行われています。研究を主導するのは日本を代表する泌尿器科医であり、遺伝子の研究にも携わる堀江茂雄教授、そしてゲノム解析の専門家で老化や病気のリスクを予測する技術を開発する八谷剛准教授です。堀江教授たちが研究しているのは、私たちの遺伝子に刻まれた生き物としての年齢、生物学的年齢です。年齢というのは普通は、生年月日、暦から算出していきます。で、一方生物学的年齢は、主に遺伝子の変化、経年変化、時間的な変化を調べています。例えば人によってはこの変化が早い人もいるし、あるいは遅い人もいるし、また同じ人であっても大変忙しかった、大変辛い時期があったというような時期には遺伝子の変化が早いこともあるかもしれません。そして時計というのは基本的には逆戻りしないですね。ところがこの生物学的年齢は何らかの方法によって時計が巻き戻る、要するに遺伝子あるいは体の分子の変化がもっと前の段階に戻していく、すなわち若返るということが可能になってきました。生物学的年齢を調べるため、順天堂大学の研究グループが使うのは血液。血液に含まれる遺伝子やタンパク質を解析し、生物学的年齢を計算するのです。皆さん健康に気を使ったりするときにダイエットしたりとか食事を変えたり、あるいは運動したりといったようなことをされると思うんですけれども、それが実際にどれだけ生物学的年齢を若返らせているのかといったことがこれまでは感覚にしかわからなかったかと思います。それが生物学的年齢という物差しを得ることによって、何をやったらどのぐらい自分の体が若返ったのかといったことをデータで見ることができるようになります。そう、生物学的年齢を正確に測定することは若返りを科学的に評価するために欠かせないのです。2024年11月、ハーバード大学医学部で生物学的年齢に関する最先端の研究会が開催。世界トップクラスの研究者たちがそれぞれの測定方法について研究成果を発表しました。Hi everyone, I'm Tsuyoshi come from Japan. 順天堂大学のグループも世界を相手にプレゼン。生物学的年齢の測定精度が
世界でもトップレベルであると高い評価を受けたのです。コンペティションは非常にエキサイティングな機会となりました。正確に生物学的年齢を測定することのできる方法が確立されることによって、より若返りの新しい方法を評価する基準が、新しい物差しができるというふうになります。さらに順天堂大学の研究グループは、実際にそれを若返らせるプログラムの開発にも取り組んでいます。若返りの秘密、その一つは染色。何をどう食べるかです。遺伝子を若返らせる、あるいは体の分子臓器の機能を若返らせる、そういう時にパッと頭に浮かぶのは、何かいいお薬がないかなっていうことですよね。しかし、そういった特別な薬剤を待っていなくてもですね、食べ方、食事の食べ方ですね、これが生物学的年齢を巻き戻すことができるということが分かってきました。研究グループでは、平均年齢60歳の人たち延べ36人を対象に3日間の合宿を実施。旬の食材を使ったスープを中心に1日200-300キロカロリーに制限した食事をとってもらいました。プログラムの前後で採血をしたところ、長寿遺伝子と呼ばれるサーチュイン遺伝子が 68% 増加。さらに染色体の末端にあり、寿命の鍵を握るとも言われるテロメアが 5% 増加していました。5% っていうとちょっと大したことないなって思われるかもしれませんが、細胞が一回一回分裂するたびにこのテロメアという部分がすり減っていくんですけども、100年間で半分ぐらいに減っていくんですね。ですから 5% 増えるっていうことは、テロメアについて言えば10年間若返ったというふうになります。食に加え、もう一つこのプログラムで重視したのは、人と人との絆でした。集まった皆さんが交流をできるような場、そして楽しいと思えるような時間、そういうものも提供しました。そういった我々の気持ちの変化、これが若返りにも重要ではないかと、これはさまざまな研究が今世界で行われています。私は医師として、この40年ぐらいですね、多くの患者さんを治療させていただきました。病気を見つけて診断する、そして治療する、さらに良い治療を開発していくと、そういうことをやってきたんですが、実は多くの病気は、加齢の影響、すなわち老化によって起きてくる、そういうことも分かってきたんですね。ということは、この加齢あるいは老化の変化を未然に防ぐ、あるいは加齢した細胞、老化した細胞も元に戻してあげる、若返らせる、そういうことで病気をしなくても済む、そういう時代が来るのではないかなと考えています。ですから長寿であることを想像していく、想像長寿、そういう時代になっていくと思います。